まるで兄弟のような関係を築いている BTS。彼らの仲睦まじい様子が好きなアーミーは多いのではないでしょうか。その BTS にまつわる話として、ジンニム事件、ヨボ事件と呼ばれる事件があります。仲がいいことで有名な BTS ですが、事件というのはどういうことでしょうか。また、それに関連するググ人ガチ説とは、その詳細を紐解いていきます。ジンニム事件とは、そもそもジンニムとはどのような意味なのでしょうか。ジンは言わずと知れた BTS のジンのことです。また、ニムというのは韓国語でニムにあたり、日本語だとガラ様という意味です。合わせてジン様事件となり、ジンに関する一つの事件として語り継がれています。始まりは2020年5月18日のジンのツイートでした。BTS の公式ツイッターに、ジンがウィバースに追放されたみたい。間違いがあれば教えてくださいジンという内容で投稿しました。ウィバースというのは BTS 公式ファンコミュニティサイトのことで、ジンはそのコミュニティサイトに自身がログインできなくなってしまったというのです。自分のファンサイトにログインできないというのは意外と事件かもしれませんね。深夜に投稿されたツイートに対して早朝に内容を確認したアーミーは大混乱となりました。特にジンファンはウィバースからジンが追放されたと聞き、何が起こったのかわからなかったことでしょう。ツイッターでもウィバースがトレンド入りするなど話題となったのですが、原因は単純なことでした。どうやらウィバースでジンがテテにコメントしてとメッセージを送りまくっていたにもかかわらず構ってもらえず、見るに見かねたのか、RM と J-HOPE がログインしてやり取りを始めました。その様子を見つけたアーミーがウィバース上に殺到し、サーバーがダウンしてしまったのが原因のようです。それに伴い、なぜかジンだけがウィバースのログインから弾かれてしまったとのことでした。事の発端はジンではあるものの、サーバーダウンという全くジンに関係のない出来事でジンだけが弾かれてしまうというのは、やはり BTS の中でも持っている男ですね。状況を理解したアーミーの間でも、やること可愛いしかっこいいし忙しすぎや、ジンくんが追放されたこと定期的に思い出してにやけるなど、改めてジンの可愛さを認識したやりとりが多く見られました。事件と呼ぶには、あまりにも微笑ましいジンらしい事件でした。ヨボ事件とは、ジンに関する事件として、他にも有名な事件があり、それがヨボ事件です。ヨボというのは、韓国語でヨボ、あなたという意味で、一般的に夫婦の間でパートナーを呼ぶ時の呼称として使われることが多いです。そんな名前の付けられたヨボ事件ですが、どのような事件なのでしょうか。事の始まりは、ジョングクとジンが対談をしている動画が拡散されたことから始まります。動画の中でジョングクがジンに対して、あまりにも自然にヨボと呼んでいることから、ファンの間では、普段からヨボと呼び合っているのではと憶測が広まりました。それに伴い、2人の間柄を再考察するきっかけとなったのが、ヨボ事件の真相となります。冒頭でも話しましたが、ヨボというのは、夫婦となったパートナーを呼ぶ呼称です。夫婦でも、若いカップルや、結婚していない恋人同士だと、チャギ、ダーリン、ハニーと呼び合うことが多いので、ヨボだと熟年夫婦のような、さらに親密な関係となります。長い間 BTS のメンバーとして苦楽を共にした2人の関係は、熟年夫婦と呼ぶにもふさわしい関係であることは間違いないのですが、この事件をきっかけに、2人の間にガチ説が浮上してしまったのです。ヨボ事件からチョングクジンガチ説まで、ヨボ事件から伺えるように、チョングクとジンの間には、本当にガチで付き合っているのではと思われる話題が後を絶ちません。まず2人の出会いですが、ジンが20歳、チョングクが15歳の時でした。大きな目をした鹿の赤ちゃんのようなジョングクがちょこんと座っていたのを覚えている。
ジンが語るジョングクの第一印象です。また、ジョングクもジンのことをこんなにかっこいい人がいるのかと、まるで一目惚れした女子のようなベタ褒めの第一印象でした。それぞれが出会いの時点で運命の恋人に出会ったような印象を持っていたことが伺い知れます。また、その後の練習生時代のエピソードとしてファンでなくとも惚れてしまいそうな話があるんです。15歳で親元を離れて練習生となったジョングクはまだまだ幼かったこともあり、ホームシックになることも多々ありました。ジョングクの地元はプサンと呼ばれるソウルからも遠い地区で、忙しかった練習生にとってはなかなか行きにくい場所です。対してジンの出身地はソウルとインチョンの間に位置するキョンギドという地域のガチョン市という比較的ソウルからも近い場所。ジョングクが地元にどうしても帰りたくなってしまった時、ジンが自分の実家に連れて行き、ここを自分の家と思ってくれていいよとジョングクを元気づけてくれたエピソードがあります。今ではジョングクはジンのお母さんをオンマと呼ぶほど家族で親しくなっているんです。もともと内気であったジョングクにとって最年長のジンに親身にしてもらった出来事が他のメンバーと打ち解けるきっかけとなった出来事でもあり、今の関係につながっています。そして今の2人の関係ですが、いい意味で小学生みたいと言われることが多くありました。コンサートの途中でも2人でじゃれ合い、BTS の動画配信の中でもジンがジョングクに意地悪をし、最終的にベロベロベーと返すなど、年齢を考えるとあまりにも小学生な2人の関係がとても微笑ましいです。また、2人の間で特別な挨拶があります。それがハンドシェイクと呼ばれる特別な挨拶で、お互いの手を順にタッチし、頭をゴッツン、さらに首にタッチし、最後はキックをするという一風変わった挨拶。コンサート時や過去の動画の中で何度か見せている挨拶であり、2人の息が合っていなければできない流れです。それぞれの振りのタイミングが重要となる BTS のダンスを行う上で、波長を合わせるのに大切な2人のシグナルなのかもしれません。そんな恋人のような2人ですが、アーミーの間ではどのように思われているのでしょうか。実はファンの間でもその関係は認められています。2019年に海外を含めたファンの間で行われたアンケートで 56% という過半数以上を獲得し、ジョングクと仲の良いメンバーとしてジンが選ばれていました。また、それぞれ最年長・最年少メンバーの組み合わせのため、面倒見のいいジンと兄に懐いているジョングクという印象でアーミーからも親しまれています。公私ともに認められた関係というわけですね。まとめ、いかがだったでしょうか。ジンに関する2つの事件は、ジンの天然で可愛い性格がもたらしたほっこりするエピソードと、ジンとジョングクの愛される性格がもたらす雰囲気を、アーミーが微笑ましい話として広げているというエピソードでした。普段はダンスや歌でかっこいいところを惜しげもなく見せつけているジンですが、BTS の中でも愛される人柄や少し天然なところもある性格で、アーミーたちをさらに虜にしていますね。また、メンバーとも恋人以上と思わせるほど仲の良い間柄が、メンバー間の絆のきっかけとなっています。以上のようにほっこりする話題の絶えないジンとジョングク、そして BTS を今後もアーミーとして末永く応援していきたいですね。